室町時代1563年創業。島田村に宿泊。7種類のお風呂。雪氷の旅。概要欄のチャプターリストもご活用ください。チェックイン。島温泉は群馬県の中之条にあります。4万の病を治すと言われ、島温泉と呼ばれるようになりました。島温泉のエリアはとても広く、温泉口、山口、荒湯、ゆずり葉、日向見、奥島湖のエリアに分かれています。島田村は荒湯エリアにあり、温泉街も徒歩圏にあります。でも今回は田村内の温泉三昧で、外にはほとんど出ませんでした。右奥がフロントです。靴はスタッフさんが下駄箱に入れてくれるので、下駄箱の鍵を受け取ります。この木造は明治時代のもので、新潟の神官の方が彫ったものだそうです。この本館は入り母屋造りのかやぶき屋根が特徴で、江戸時代の1834年に建てられたものです。もうすぐ築200年なのね。歴史を感じるよね。まるで犬神家の一族に招待された気分よ。本館には客室はなく、増築された紀陽館、金陽館、水陽館に客室があります。私は前にお風呂に来たことはあるけれど、宿泊は初めてなのでちょっと迷いました。ラウンジ小手まり。フロントから宿泊棟へ移動する途中にラウンジ小手まりがあります。営業時間は14時から22時と朝の8時から11時。15時のチェックイン時間より早く着いてもここでくつろげます。フリードリンクのラウンジです。夜22時までオープンしているので、お風呂上がりに立ち寄れてよいわね。夜通し空いているお風呂もあるから深夜や早朝は利用できないけれど、飲み物は部屋に持ち帰ってもよいので、ここで飲む人は少ないのか、いつも空いていました。私はロイヤルミルクティー。窓側の席からは島川が見えます。夏に無料で入れるプールも見えますね。夜の閉店間際に来てみました。夜の方が静かで雰囲気があって良いです。この BGM を使いたいだけでしょう。下のプールの周りもライトアップされていました。部屋。宿泊する部屋は水洋館にあるメゾネットタイプ。ここしか残ってなかったんです。7階の772号室。鍵は2本もらえました。チェックインが終わって部屋に向かうところです。この辺りが金陽館。
浴衣は部屋にありますが、小サイズと特大サイズはここから持参です。部屋に丹前もありますが、さらに厚手の羽織るもの。金洋館には売店と客室と岩根の湯があります。ここはロビーかな。どこから気遊館になるのかちょっとよくわからないです。この辺りから気遊館かな。気遊館には客室のほかラウンジとレストラン、会議室、喫煙所、ホールと4種類のお風呂があります。左にラウンジ小手まり。気遊館のエレベーターに乗ります。ドアが閉まるのが早いので注意です。2回くらい挟まりました。一人でぼんやりしているときは注意してください。気遊館の最上階の4階で降りて、渡り廊下を歩いて水遊館に向かいます。ここに自販機があります。製氷機もありますね。まだまだ通路が続きます。加速装置。通路には田村の歴史を伝える切り絵などが飾られています。群馬県民だと子供の頃に叩き込まれる長毛かるたも飾られていました。世の散り洗う島温泉。これは爆竹の桜井敦さんが好きだった札よ。水遊館のエレベーターに到着。エレベーター前にも自販機がありました。また挟まりました。エレベーターにはさっさと乗りましょう。水遊館の7階に到着。部屋のチャプターになってから長いけれど、まだ着かないのね。3つの宿泊棟があるけれど、木遊館がお風呂やレストランにも近くて良さそうね。でも木遊館は一番お値段が高いんだよ。部屋の内装などが1ランク上なんだ。これから泊まる水遊館は和風の落ち着いた佇まいだけれど、気遊館よりちょっと安め。一番リーズナブルなのは金遊館だよ。でも金遊館には雰囲気ある特別室もあったり、昭和の時代の懐かしい旅館を楽しみたい人にはおすすめ。私は古い旅館が好きなので、今度は金遊館にも宿泊してみたいわね。それとどの棟にも客室風呂付きの部屋があるんだよ。やっと部屋に到着よ。鍵は昔ながらのタイプです。玄関から部屋までちょっと距離があるわね。メゾネットタイプです。右にあるのがトイレ。ウォシュレットです。小さい冷蔵庫と小さい流し、湯沸かしポット、14畳の和室で最大8名で泊まれます。クローゼット、浴衣や靴下が置いてあります。
昔ながらの金庫と茶ダンス。これは茶箱じゃないかしら。窓からは温泉街の屋根が見えます。奥に見えるのは積善館かしら。屋根ビュー。メゾネットタイプとはいえ、スタンダードルームだから仕方ない。座椅子や座布団が入っていました。テレビは小さめ。布団がいっぱい入ってた。冷蔵庫の中は空っぽですが、テーブルにボトルウォーターが人数分置いてありました。ミニミニキッチン。流水麺くらいは作れそうです。洗面とお風呂。男性用と女性用のドライヤーもあります。お風呂。バストイレ別は嬉しいですね。入りませんでした。温泉がいっぱいあるもんね。アメニティは十分ありますが、大浴場にも揃っています。ドライヤーもあります。洗面台の下に内裏のフェイスタオルと無地のバスタオルが置いてあります。大浴場に行くとき使える不織布のバッグもついています。これがあると便利でいいですよね。さてと、そろそろ2階に上がってみます。照明はどこだろう。ちょっと暗い。この時気づかなかったのですが、左に窓があります。下の部屋から見ると、ここです。2階の部屋に入りました。真っ暗。2階にはベッドが2台。小さいテーブルセットと1階よりさらに小さいテレビが1台。ここにも小さい机と椅子。こんなにいらないと思う。お子様の宿題用かしら。1階に比べるとちょっと狭いですね。非常口ビュー。非常口ビュー。クローゼットでした。夕食。夕食は19時から川1階のレストラン石景です。気遊館は地下フロアのことを地下1階とかではなく川1階などと呼びます。エレベーターのボタンも川1、川2、川3になっています。レストラン石英に到着。レストランは半個室ということでした。黒い格子で仕切られていました。店内はちょっと暗いです。省エネかしら。こちらのテーブルです。
席回りは軽いかと思ったけれど、ちょっと暗い。近くにある島グランドホテルは姉妹店です。おかみからのお正月のご挨拶。私が最初に座った席は暗くて、料理の見え方がこんな状態でした。本日のご献立。盛りだくさん。撮影するので、一番明るい席と場所交換しました。黒豆や数の子など、お正月っぽいものも入っています。エビしんじょうとのどぐろの汁物。紅ズワイガニの厳選蒸し。水を入れると熱々になります。熱々になりました。のどぐろ。ご飯は釜炊き。群馬県産コシヒカリ。あら、ゴロピカリじゃないのね。炊きたてのご飯。お刺身は貝、マグロトロ、ヒラマサ。天ぷらはエビ、しいたけ、白味噌豆腐、揚げ出しなど。鯛湯葉蒸し、生麩まんじゅう、フカヒレあん。超豪華長州牛のすき鍋です。群馬といえばきのこ、そして下仁田ネギ。すき焼きには生卵。でも、私は君だけが好き。前世はヘビですか？そういえば、ヘアスタイルは私と似てるわね。ええ、そっち。BGM ストップ。白菜、しいたけ、人参、季節のお野菜いかがです？先にお野菜やきのこを煮てから、群馬の牛肉をドボン。お野菜をお肉で巻いて引き上げて。野菜、生じゃない。卵の黄身だけをつけて食べる。うん、食べ方は自由だよ。2枚目、全部で3枚あったと思います。卵の黄身だけをつけて食べる。抹茶生クリームと粒あんの乗った柚子の香りのチーズケーキ。ごちそうさまでした。いろんなお風呂。普段は貸し切り風呂も楽しみますが、島田村にはお風呂がたくさんあるので、今回は貸し切り風呂クリスタルは利用しませんでした。こだまは
朝6時から入れます。クリスタルは午前中は入れません。温泉は新潟川の川底から湧き出ている自家源泉のかけ流しです。無色透明のお湯にはコラーゲン生成を促進すると言われるメタケイ酸も多く含まれており、美肌の湯と言われています。お風呂は夜通し入れると公式サイトには書いてありますが、当日ホテルのロビーに各お風呂の利用時間が書いてありました。またゴム層の湯は片方修繕中のため男女入れ替え制でした。岩根の湯にはサウナがあります。気遊館にある陰泉所では4万の病に効くと言われる温泉を飲むことができます。夏はプールの利用もできます。下にあるのは足湯です。入っている人を一度も見かけませんでした。左にあるのが陰泉所です。お風呂の近くにある紙コップを持ってくると良いかもしれません。匂いだけ嗅ぎました。右に曲がると竜宮。前に来た時は川があふれて流れてしまったとかで入れませんでした。この辺り、この日はオープンしていたので夜に行ってみました。混浴でここが脱衣所。いろいろと丸見え。見学だけにしました。夏にプールのついでに水着で入れるなら良いかも。脱衣所が外なので冬だと寒すぎるし。一番好きなのは森の湯こだま。こだまに行く途中に撮影。こだまのお風呂は滝にもう少し近いです。滝を眺めながらのんびり露天風呂に入れます。夜はライトアップ。お風呂の近くには伝言板が置いてあって便利です。積善館。夜は一人で積善館まで散歩に行きました。島田村を出て坂を下ればすぐです。上毛かるたの世の地理洗う島温泉の絵札の温泉は積善館のお風呂なんだそうです。そのお風呂はここにあるらしい。ここにも泊まってみたいわね。前にもそれ言ってた。帰りは上り坂がちょっときついのよ。朝食。朝食は朝7時半から気遊館2階のユートピアです。9時半まで利用できます。
お正月なのでおとそが置いてありました。食後にいただきました。水遊館の私たちは壁際の景色が見えない席でした。値段が少し高い奇遊館に宿泊してる人たちが窓際なのかしら。飲み物はこちらに揃っています。私たちの席。料理が揃いました。お正月なのでお雑煮がついています。紅白のかまぼこもあります。かまぼこというと、昔富山の親戚が送ってくれた渦巻きのかまぼこが懐かしいわ。豚の温泉蒸しの出来上がり。鮭の豆板焼きも出来上がり。熱々。お雑煮は届いたらすぐに食べたらよかったみたい。少し時間が経ってしまったのでお餅が硬くなっていました。窓は遠いけれど景色もきれい。近づいてみたら駐車場流でした。デザートはヨーグルト。ごちそうさまでした。お土産どころ重三郎。営業時間はお風呂と同様、その日によって違うみたいなのでボードで時間を確認しましょう。上毛かるたも販売しています。最近よくある福袋。部屋に置いてあったお菓子。お酒やお漬物。温泉まんじゅう。カップ麺や飲み物。群馬名物味噌パンの味噌まで売ってるのね。群馬ちゃんグッズがたくさんありました。一番奥のここは民芸品や手芸品が多いエリア。たまにキキーちゃん。化粧水などのコーナー。以上、重三郎からお伝えしました。田村の歴史を感じるコーナー。本館の玄関です。この本館は入りもや造りのかやぶき屋根が特徴で、江戸時代の1834年に建てられたものです。
ロビーの一角には昭和初期の宿帳が展示されています。この人、新島城に似ているわ。新島城は島温泉を気に入っていてよく来ていたらしいよ。島グランドホテル。ところで島温泉には島田村の姉妹店の島グランドホテルもあります。よろしければ、こちらの動画も暇つぶしにご覧ください。奥島湖。帰りに奥島湖に立ち寄りました。島川ダムから眺められます。この湖の色は島ブルーと言われています。コバルトブルーのような湖の色は湖水に含まれるアルミニウム系酸塩によるものと言われています。一番きれいなヨマブルーになるのは春だそうです。雪も降ってきたので帰ります。またね。